TSMC 日本工場、いよいよ2ヶ月後に稼働へ。丹念に取材してきた記者と台湾人ジャーナリストが出演。これを見れば熊本の今がわかる。台湾と熊本の未来を徹底討論。大家好、台湾ビズ。今回は TSMC 菊陽町の現状を取材する藤木紫音記者と台湾人ジャーナリストジョエル福澤さんとお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマは TSMC 進出後の熊本の変化、半導体バブルの光と影。まず取材した藤木さん、TSMC 進出後の熊本の変化、どのように受け止めてますか？はい、とにかく取材してみて、やっぱり TSMC という会社がいかに大きな会社かっていうところが驚きもありますし、光と影っていうテーマっていうこともありましたけど、やっぱりその光が強すぎて大きすぎて本格稼働もまだっていうこともありますけれども、なんかあまりにも強い光がありすぎてその先が見えない、不安だけど何をどう不安視していいのかも具体的にちょっとわからないなみたいなところが今ちょっと私も含めてなんですけれども、熊本県民が抱いているような印象なんじゃないかなというのが取材した印象であり、私個人の印象です。どちらかというと戸惑いというか、今後どうなるのかなっていう実体のない不安を抱いているみたいなところですよね。そうですね。まず話したいテーマ一つ目は不動産特需になります。菊陽町に TSMC の工場ありますけれど、隣の大津町の方がちょっと近かったりする。大津町に新しくマンションを建てた不動産屋さんを取材しているんですけれども、300部屋ぐらいあるのもすぐに埋まったり、とにかく法人契約が多いという話も聞こえてきましたし、道路が整っていたり駅の近くだったりする場所のマンションがもうまだ足りてないっていうような状況なのかなっていうのは不動産屋さんの取材をしていて感じたところです。あとは地域の大津町の地域の人に聞くと、マンションじゃなく一戸建ての家を購入される台湾の方もすごく多いと、かなり売れてきているようだという話も聞こえてきてます。実際に地価の上昇率なんかもTSMC ジャスムがある菊陽町よりも大津町の方が地価の上昇率が高かったんですよね。で、こういうような影響もあるのかなということですよね。どうですか、ジョエルさん、今の話聞いて。そうですね、熊本県の道路のインフラの方が完璧じゃないから、会社行くの時はどうすればいいですか？交通とか線路とか、台湾人の方も正しいの情報はね、また受けないですよ。私の視点と見るとしては、熊本県庁から半導体とか半導体のサプライチェーンの誘致するが一生懸命やってるんですけど、ライフネットワークの方があまり考えしてません。住宅とか茶飲料とか環境整えないならば、従業員とかも台湾のエンジニアとか、こっちはね、働くの環境あまり良くない。だからやっぱりちょっと、熊本来るのは拒否するの可能性もあるかもしれないんですよ。その時ならばもうやっぱりそういうサプライチェーン他のところ、九州の他のところ考えするの可能性もなんかちょっと発生するかもしれないと思いますよね。実際に、そういった影響を受けて JR の新しい駅もできようとしてますよね。はい、今 TSMC の工場の最寄りにあるのが原水駅ですけれども、その隣に新しい駅が2027年春に開業する予定になってます。で、ジョエルさん、他に懸念するようなことありますか？菊陽町とか、大津町とか、仕事終わったらどこにリラックスできるとか癒しできるという場所もなんかやっぱりちょっと考えなければいけないなんですよ。老船という話があるんですけど、このたくさん人いらっしゃって、でこの人たちはもう熊本県どういう方法を解けます。それでやっぱり新しいの熊本県民になるということはね、いろいろの政策とかまた見てないと思います。どうやって台湾の方が熊本県民になるのか、この辺の政策を打ち出してほしいということですね。そうです。2つ目のテーマは人件費の高騰です。で、こちら大きなニュースがありましたよね。はい、
菊陽町にあるラーメン店なんですけれども、すごく熊本で人気のラーメン店なんです。で、菊陽町のお店もすごく行列が毎日できるような愛されてたお店なんですけれども、11月で閉店されることになったということなんです。で、これがやはりアルバイトパートのスタッフさんが集まらないっていうところが一番の大きな原因ですね。もちろんその時価が上がって家賃が増えていくっていうのもあるんですけれども、それ以上に今その目の前の課題として人がいなくて営業ができないっていうところが大きかったというふうにお話を聞いています。なのでそのTSMC のみならずだと思うんですけれども、やっぱり半導体産業関連企業がかなり増えたことで、それに関連したアルバイト、その TSMC の社員食堂であったりとか工事に関わらずいろいろな働き口が増えているっていう意味ではいいんですけれども、やっぱり元あった飲食店っていうのはやはり時給をどんなに上げていってもすごく高額な時給を出せるような職種ではないっていうところもありまして、そういうところに働く人がいなくなって営業がままならないという状況が起きているというのをラーメン店に限らずですね、いろいろなところで同じようなことが起きているというふうに聞いています。ジュエルさん、これ店外店の閉店っていうのはかなり台湾でも報じられたそうですね。そうですね、店外店の閉店ということはもう台湾に結構ニュースになっています。で、台湾に今一番有名のサイエンスパークの方は新宿なんです。で、新宿の方はなんかあたなの方は新宿は美食美味しいグルメの砂漠というのはやっぱりなんか全然何もない美味しいものないということなんですよ。美食砂漠。そうです、美食砂漠。なぜというはやはり人件費が高いだからサービス業の方が本当に新宿、特に新宿の北方面の方は全然生存できませんという台湾もなんか顕著がありますなんですよ。だから私の考えとしてはこういう台湾もそういう例がありますので、熊本の方はできれば仕事場、要するに革新の方は半導体、周りの方はライフネットワーク、そういう形と考えするの方はウィンウィンできそうかもしれないと思います。その美食砂漠はやはりサイエンスパークが建設されていく中で撤退という形になったんですか、今の熊本のように。そうです。ただし一つやっぱりちょっと話さなければいけないとしては、新宿サイエンスパークの方が新宿の北方面だからだから新宿の北方面の方は美食砂漠なんですけど、ただし新宿市結構発展します。そちらの方がモールとか、サービス業たくさんありますんですよ。要するに新宿、サイエンスパーク働くの人が仕事終わったらもう新宿市に入れるだからこっちに消費するなんですよ。これから熊本県の方がサイエンスパークだけの考え事ではじゃなく、全般的サイエンスパークプラスライフネットワークはね、両方で考えしてどういう形で両立できるの方が今一番硬いと思いますなんですよ。このラーメン店以外にもありましたか、撤退するようなお店だったりとか、今まさに話し合われているのが農地ですよね、このあたりはどうですか。農地についてもやはり工業用地になったり住宅用の用地になったりっていうことが続いています。でさっきジョエルさんからもありましたけど、やっぱり企業が進出する時には土地が必要で、山を切り開くのにはやっぱり時間がかかる、つまりお金がかかるけど、農地っていうのはもうすでに開けた土地であるので、ある意味ですね、低価格で即工事に入れるっていうような考えも企業側にはあると思うんですね。なのでやっぱり農地を優先的に取得されていくっていうようなことが起きているんじゃないかなと。で実際にそういう理由で農地を買いたいとおっしゃっているっていうふうに売った側の方々から聞いたりもしています。台湾に取材に行った際に、台湾のサイエンスパークっていうのはやっぱり国の管理で、なので国がまず土地をその民間から取得してそれを配分する
というような手法を取っていると聞きましたので、今の熊本は行政がその民間が土地を取得するときに介入していないので、やっぱりここで土地買われて、こっちでも土地が買われて、ポコポコポコって農地がなくなっていく状況が今加速しているような風になっていると思うんです。そうするとやっぱり地主さんは土地を売るので、お金が入るので、メリットがないわけではないんですけれども、そこで農地を借りて実際に作物を作っている皆さんがやっぱりただ土地を奪われただけになってしまって困っているっていうのが今菊陽町、大津町で多発していることなので、そこはやっぱりその大々地を行政が考えるとか、台湾がやっているような例を迅速にやらないと、もう農業をやるという人がいなくなってきてしまうような未来になってしまうんではないかなというのが今一番農家さんたち自身も懸念していることでした。私の考えは熊本ももともとこのような組織があるんですよ。そういうものは今道の駅はそういう感じなんですよ。で道の駅の組織のような、要するに行政の外であるカンパニーが作って、そういうカンパニーがサイエンスパークのいろいろ計画とかプランとかやってて、行政から半分くらいお金投資してもNPO とかそれでなっててカンパニーになるならばね、いろいろ計画ができるだし、台湾の企業とか半導体だけじゃなく他のサービス業もし熊本来るならば、そういうカンパニーはね経由できますなんですよ。だから全て行政に頼むでじゃなく、もし NPO とかそういうような組織がまとめてプラットフォームでやってるならば、これがもっとスピーディーの方がちょっとアップするかもしれないと思います。第三セクターというやり方で、農地の代替農地を急いでスピードアップしてやるべきだっていう考え方ですね。今とにかく第2工場もこれから建設始まりますし、その他たくさんの関連企業ができるっていう中にホテルが足りないっていうのもすごく地元の人たちは課題意識があって、仲介している熊本の人たちもどこかにここに泊まってどうぞって言いたいんだけれども、宿泊してもらえる場所がなくて大変っていうこともありましたので、ジョエルさんがおっしゃるように誘致するのはいいけれども、誘致した場合に、1700人雇用するっていうのは分かっていますし、その工事にどれぐらいの人が携わるっていうのは予測できることなので、やっぱり誘致するだけじゃなく、誘致すると同時にそういう周辺の整備を進めるっていう考え方を持っていないと、本当に今やっぱり後手後手になってるんだろうなというふうに感じます。宿泊施設っていうのはかなりありそうですけどね、熊本市見てみてもかなりあると思うんですけど、問題は熊本市、台湾のからビジネスを菊陽とかにしに来ている人たちにお話を聞いたことがあるんですけれども、やっぱり問題は渋滞で、渋滞とにかく渋滞。熊本市から観光として熊本市に泊まるのはすごくいいことで、熊本城も近くて素敵な土地だなと思う一方、ビジネスとして来た時に熊本市に泊まると朝からじゃあ菊陽までに行こうっていうのにすごく渋滞するのがとにかくストレスだという話を聞きました。なので大津町ではそれを解消するためにビジネスマンに特化した形のホテル、宿泊施設を作ろうというような動きも出てきたりしているんですね。大津町にあれば TSMC までは10分、空港からも車で10分、遊びに行きたい、夜食べに行きたい、飲みに行きたいってなれば別に熊本市に出ても行けますし、 JR もありますし、そういう意味では拠点を大津町に持てるとすごくありがたいんだということで、そのビジネス向けのホテル、宿泊施設もかなり人気になっているというふうな話も聞きました。ただこういうことはね、一つ懸念がありますなんですよ。道路が整備して新しいの交通ルートとかもそれでも完璧できますなんですよ。その時はもうやっぱりこういうホテルはこれからどうするということもちょっと考えなければいけないなんですよ。そうですね、建てるだけ建てて空洞化しちゃうという問題がありますよね。被災地とかでよくある手法として
県営の住宅とかこう一軒家みたいなのを建てて、そうそうそうその後を使わなくなったらこう売り払うというかですね、売るという方法でこう活用するっていう、そういった方法は一つの提案かなと私の中では思いますけどね。そうですね。もしそのようなものがあれば、企業の量とかもうそれでもうやってれば、もう面白いんじゃないなと思います。そうですね、企業量っていうのは結構一つありですね。そうです。オリンピックの選手村とかそういう手法ですよね。そういう感じです。その後民間になったり何かになったり、確かにそういう考え方もあります。3つ目のテーマは熊本の未来です。藤木さん、はい、いろいろ取材して皆さんの声を拾ってこう要望だったり、期待、今後への期待だったり、どのように感じてますか？企業が進出すること自体はいいことだと思うんです。熊本には大企業と言われるような企業がこれまでが少なかったということもありまして、やっぱり熊本県内の中で働きたくても所得が上がらないっていうようなジレンマがあったと思うんです、県民にとっては。なのでそういう大きな企業が来て働く場所が増えて所得も上がっていく可能性があるっていうことにはすごく希望を持っていると思うんですけれども、一方で農家の人たちにはとっては自分が守ってきた土地で農業ができなくなるという人たちも増えてきています。なのでその農家の人たちも TSMC が悪くて企業進出なんて嫌だと思っているわけではないんですけれども、やはり台湾で聞いたように半導体産業に力を入れるのと同じように農業への支援も台湾は政府が力を入れているというふうに聞きましたので、日本もそういう政策はあるんですけれども、やはり半導体産業を推し進めるのであれば、それと同時に一次産業従事者の皆さんへの支援とか、ただでさえ後継者がいなくて担い手がいなくてという問題もあるので、それを同時進行で進められるように考えてほしいなというふうに思います。そうですね。私期待したのは、熊本の未来としては、これから台湾の企業、台湾のサプライズチェーンもどんどん熊本県に入りますのです。で、今私手元の数字としては、2025年熊本県にいるの台湾人はだいたい5000人から8000人くらい、そういう可能性があるということなんですよ。で5000人から8000人くらいの台湾人、もし熊本県にいるならば、新しい台湾と熊本の文化となるなら、もうそれが一番大事なんですよ。だからこれから台湾からの熊本県民も一緒に融合して、やっぱりお互いで支えて、新しいの熊本の文化もし生まれてきるならば、それが一番幸いと思います。一つ面白い話あるんですよ。台湾の TSMC のスタッフはね、アメリカで行く出産率がすっごく高くなるんですよ。アメリカに行く社員の出産率？そうです。赤ちゃんはね、生まれるの方は。そういうニュース面白い。やっぱり台湾のTSMC いるの時とアメリカいるの時は全然違うという話があって、リラックスできますので、だから出産率がそういうアップしました。じゃあ日本ではどうなるかちょっと分からないね。どう思う？どうなんでしょう。私あんまり変わらないと思いますね、台湾と。働く具合というか、やっぱ日本も、働くっていうことにすごく価値を置いてる人が多いと思うので、どうかなとは思いますね。でしかも距離も近いし、台湾との何かトラブルが起きたら戻ってこいってなるんじゃないですか、台湾に。アメリカだったらちょっと戻れる距離じゃないから。その熊本やっぱり近いからかもしれないですけど、ファミリーで移ってくる人が多いんじゃないかという最初の予想より、やっぱり単身の人が多いんじゃないかっていうのは不動産屋さんがその需要ベースで見て言われてました。だから単身赴任の人の方がもしかしたら意外と多いのかもしれないなと思いました。それは近いからなのかどうなんでしょう。熊本に来たくないのかな。多分最初は単身赴任の方が多いかもしれないけど、もし環境はね整ったらもうやっぱりちょっと変わるかもしれない。今のところは環境まだ整ってないから。
まだですね。わからないってことですよね。まあどういう土地かもわからないし、田舎なんじゃないかってね、台北に住んでる家族からしたら思うかもしれないしね。外国、違う自分の暮らしてない国のそんな街の状況なんてわからないわけですから、だから私たちとしても。まあ、発信しなきゃいけないですね。我々の仕事は、ね、それ我々の責任だからね。はい、すいませんでした。発信します。私は熊本と台湾のニュース発信しますので，皆さんチャンネル登録してね。我现在会跟大家讲有关熊本跟台湾的一些事情哦，记得登录这个我们的小铃铛哦。